おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、初めてですね、ガリガリの宣伝案件と言いましょうか、なんていうか商品紹介と言いましょうか、というのをやってみようと思います。ですね、私基本的には受けるつもりはなかったんですが、ちょっと送られてきた商品がですね、まだ開けていません。今 Amazon の袋から取り出しました。すごく私の心を揺さぶられましてですね、ぐらぐらぐらと、ちょっとやってみたいなというか、使ってみたいなと思いましたので、今袋を開けている次第でございます。でですね、その条件というわけじゃないですけども、私はっきり言いますよということはお伝えしておきました。はっきり言うというのは忖度なくやらせていただきますと。わーこれ素敵ねとかっていうこと多分しないと思います。この色はこれいいわ、分かりません。そんなんはもう全く。今まさに開けました。そして、実際に、どんな感じなのか分かりませんが、こちらの商品です。固形、固体透明水彩顔料って書いてますね。アーティストウォーターカラー。パウル・ルーベンスという会社ですかね。ルーベンスという会社でしょうか。ルーベンスというのはフランスの絵描きさんですよね。すごいでかい作品とか多作で、うわ素敵ななんか布ですね。ちょっとなんかチョコレートみたいなピンクで、私全く似合わないのに私なんかにを頼んでみたもんですね。変なもんでございます。こんなピンクのこれはまた素敵なこんな感じの顔料でキラキラちょっと高級チョコレートみたいな感じですけども、ちょっとこれを使ってやってみようと思います。ちょっとまずですね、実験的に、絵の具をこれを使ってみたという感じと、じゃあこれやったらどんなん描けるかなっていうのをちょっと試してみようと思います。じゃあ実験編からご覧ください。というわけでちょっと絵の具ですねこれ大変なんですよね、出していこうと思います。これねそうなんですよ。これめっちゃ大変なんですよ。わあすごいね。なんじゃこの色。うわこんな色ですよ。ピンザ・パールっていうのが入ってるんですかこれね。うわすごいね。面白くないので、多分皆さん見てても面白くないので、早送りにしようと思います。よいしょ。というわけで、無事、今絵の具が出てまいりました。13分ぐらいかかりましたかね。という感じ。すごいですね。綺麗ですね。なんて言うんですか。お化粧品とかの爪とか、紅とか、みたいな感じでしょうか。じゃあちょっと実際に遊びで描いてみようと思いますね。用意したのはホワイトアイビスという透明水彩の紙ですね。水彩紙ですね。まず遊びで、少し柔らかくしてみましょう。なかなかね、使ってみやんとわからんので、どんな塩梅か。端からいってみましょうか。おー、光りますね。おー、光るね。すごいですね。ツヤツヤしてますね。ちょっとある程度、これはだいぶ茶色いんですね。茶色、赤茶、バーントシェーナみたいな書いてありましたかね。ゴールド。すごいですね。面白いですね。分離色ではないかな。これで絵を描くというのはなかなかイメージが湧かないですね。本当になんかしっかりこれ定着するのかどうかっていうのがどちらかというと僕は気になりますよね。定着するというのはある程度アラビアゴム分がないと定着しないんですけど、なんかザラザラっとしたのが動いてるんですね。それが定着するならばいいんでしょうけどね。うわすごい。何がすごいねんって話かもしれませんけど、すんごいキラキラしてる。僕はもう全くもって新しい世界ですね。
ほう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 。色自体はある程度やっぱり強い色は強いです。例えばこの辺のブルー系はある程度しっかりと強く出ますね。逆にこの辺は何色かちょっとよくわからないのもありますよね。何ですかね、これはこれでしたもんね。で、しっかり色がつくものとそうでないものと、少しなんかこう顔料がざらついてる、もう本当に今まで体現したことない新しい感覚ですね。ザラザラしてる感じですね。一回ちょっと乾かしてみましょうか。ある程度乾かして、大丈夫ですね。取れるわけじゃないです。やっぱすごいですね。ツヤがあって、なんかこう、エナメル状というか、今までやったことない面白いですね。重ね塗りに関してはどうか。そんな問題なくですね。透明水彩ですね。面白い画材ですね。これを使って何を描くかっていうのを、わー、キラキラしてる。可愛らしい絵になってしまいそうな気がするんですけども、ちょっとこういろいろ実験をしてみて、少しこうなんていうか、あれですね、イラストみたいなものを描いてみるのが案外この画材には合うのかもしれませんので、ちょっとそういうイラストを描いてみようかなと思います。という感じで、実験をしてみまして、じゃあどういう感じで描こうかということで、今回はこちらの写真を元に、描いてみようと思います。この画材を使ったらどういう感じになるのかちょっと試してみようと思います。では、それでは解説をしていこうと思います。これ北海道ですね、の方のですね、池を描きまして、こういう固形の絵の具ですね。私の印象ですけど、これ実際にこう絵の具会社から聞いたことはないんですけど、固形の絵の具とかチューブ式の絵の具って透明水彩ありますけども、どっちかというと固形の絵の具の方が、顔料濃度が濃いというか、色が濃いというようなイメージが全般的にあるのが私の印象です。どうかわかりませんよ。で、私も YouTube を始める前まではどちらかというと固形の絵の具だけを使っていたんですよ。で、スケッチなどに行く時に関してはこの固形の絵の具の方が便利というか、絵の具もこう濃いので、ちょっとの水で、ぐわっとこう、ちょっとの水というか、濃厚なですね。色が出せるので、水を多めにしたら薄くちゃんと色も出ますしみたいな感じで持っていきやすかったりもするし、でこれは1万円ぐらいの商品ですかね。もう全く絶対に僕が普通に Amazon とか見つけても買わないんで、でもこれちょっと先生使ってみてくださいみたいなメールだったんで、忖度なく厳しいこと言うかもしれませんよということを条件に、ちょっと使わせてもらいました。で、印象なんですけども、やっぱ面白いです。私はですね、やっぱり新しい画材とか東京にいた時はよく世界堂という、画材屋さんに、行って、使ういろんなものを物色するのが好きだったんですが、そういうことができなくなったんで、こういった機会があったらこういう風な形でやってみて、でですね、その画材に関してはまたいいなと思ったら後ほど購入して、これに関しては何かの機会にね皆様にという、最後にちょっと伝えますが、で、ちょっとこう水のところ池ですけどもねというのを書いていっておりますですね。で、印象なんですけど、青系の濃い色がもうちょっとあればいいのになっていうのが本音ですね。青系はどっちかちょっとなんかこう、空色みたいな感じで、ターコイズブルーとか、セルリアンブルーとか、コバルトグリーンに近いような色とか、もう少しこう、プルシャン系、ウルトラマリン系みたいなのがこのセットにあると、だいぶ印象変わるのになっていうのが、要は濃厚な色がないんですね、あまり。で、茶色系、バードジェナみたいな色はあるんですけども、じゃあそれをと、もう少し濃い色で、それでもキラキラ光るような色が出せたら、どっちかというと明るいところの彩色に使っていったりするときにちょっとこうキラキラさせたいなとかっていうときには重宝するところがある画材なんで
私やったらば、これも併用しつつ、他の絵の具も併用しつつっていう感じでやっていったら面白いんちゃうかなっていう気がしました。で今茶色系を塗っているんですけど、結局うるさい男いいな、結局青を足してもう少し濃厚な暗い色みたいなのが作れたらなっていうのをずっとこうやりながら考えていきながら描いていった次第なんですね。でなんかこうその画材を使う際に、これの用途みたいなのを初めにちょっと実験しましたよね。でイラストみたいなの描いてみようかなと思ったんですけど、多分そういうのとかを描く人にとってはすごく重宝するかもしれませんよ。ペンとかでちょっと最後にちょんと彩色する程度のことをしようかなとか思ったりするとか、そういう時は絶対にこういうのはあると、ほんの少しのことですごくこう色がちょっとついてすごくこう美しくというかなるんじゃないかなという気がします。結局写実的に描くことになってくると、私の仕事に、全部これで描き続けるというのは難しいので、おそらく併用していく、という形になっていくのかなという感じがいたします。で、キャンソン紙に、今、この水彩ですね、ルーベンスという絵描きさんなんですけども、ものすごいこう達者な人で、言うてしまえばですね、何カ国語を喋れるかっていう感じの外交官だったんですね。この絵の具会社がルーベンスということなんで、ルーベンスっていう、そんなんあるんやと。レンブラントとかですね。あとは日本の会社だとホルベインという会社がございますけども、あれはハンス・ホルバインっていう、イギリスで活躍した多分ドイツやすみません、今ファッと出てこないですけど、確かイギリスの方に、移り住んで、活躍した肖像画家ホルバインというところから名前が来ていて、あとはバンゴッホとかね、ゴッホという会社があったりとか、いろんな会社がありますので、ルーベンスという会社もあるんやっていうのが今回初めて知った次第なんですけども、今ちょっと青系を入れてきましたよね。青系なんかすごい綺麗でした。青系とか赤系、ピンク系みたいなものも軽く試してみた印象としてはすごく綺麗でしたので、やはり濃い青系ですね。どっちかというとプルシャンブルーとかフタロシアニン系と呼ばれるような色を作れば、このセットに入れればすごくこう幅も効いてくるなっていうふうに思ったんで、多分僕の勝手な感想ですよ。こういう絵の具を作る会社の人と実際に描く人間のニーズっていうのは若干違うと思うんですよね。で、1色2色だけでも変更すればもっと使い勝手良くなるのになっていうふうにこういうのを思います。私もとある絵の具会社 H から始まる会社の絵の具を昔研究開発に携わったことがあるという話をどこかでしたことあると思うんですが、これが一番近いのかなと思ったら、でも紫系なんですよね。で、青系のなんかですね、濃い色を探しながら一回ちょっとドライヤーで乾かしてみました。で、絵の具に関してはいろいろあっていいんですけども、完全に乾いた後に重ね塗りをした時にどういう反応を起こすかというのは結構見ます、私は。で、この絵の具に関してはしっかり乾燥した後は上にも重ね塗りというのができたので、それは問題ないっていうかですね。で、固形の絵の具のある会社はどっちかというと弱い会社があるんですよ。で、僕はそれはね、それで、使い勝手がいいというか、それはそれで使える、拭き取ったりもできるとかっていうこともあったりとかして、一長一短あるんですね。で、なんかこれが最高だとか、これが全てだみたいな人いるかもしれませんけど、私それないというのを散々言うてます。で、今回はイラスト描こうかなと思ったんですけど、やっぱイラストよりもですね、本画的なものを描いた時にどういう反応が起こるか、そしてちょっとこれはディティールを見せていってます。で、やっぱね、このキラキラ感はなかなかやはり動画では伝えきれませんでした。すみません。案件をいただいた方すみません。で、この絵の具に関して買うか買わないか、私はまた自分で判断するんですけども、言うておきます。この絵の具に関しては皆様にプレゼントいたしますということを最後に言うてありますので、1回だけ使わせていただきました。そしてこういうふうに実際に書いてみて感想等を今述べている最中でございます。で、こういうふうに、で、この辺がやっぱ青系の濃い色があればもっともっと多分、使い勝手良くなるな。多分普通の絵の具を使えばいいと思うんですよね。
ね、普通のブルー系みたいなのをちょんとこう例えばパレットの端にでも乗せてプルシャンブルーインジゴみたいな色を乗せて、混色をする際にはもうちょっと茶系にちょっとというところで、っていう風にすればいいことなので、多分それはそれぞれの人が買われた後にそういうのできるんじゃないかなという風に思います。で、本当にこういう新しい画材とかに挑戦することは私自身もすごく面白いなと思いました。あ、そうかそうかっていう感じでいろんなことを再認識しながら、再確認しながらっていう感じで進めていったという感じでございます。そして水の部分ですね。横線をずっとこう引いていく作業が多くなってきますので、労力としてはやっぱり横の線が多くなってきますよね。で、水に映ったこのところですね。っていうところを描きながら、上の子池という北海道の池の雪の、ここまで行くの2時間ぐらい、2時間1時間ぐらいかな、雪山を歩いていったんですが、私の友人の N 君という、網走に住んでる、人が着いた次の日かなんかに、当日や。次の日か。もうとにかくここを歩かせませて、次の日ですね。マシューコというところをぐるーっと一周雪の中を散策させた後に、次の日このところまで雪道をザクザクと雪の、これ白っぽい絵の具なんていう色か知りませんが、を塗っていって、微妙な雪の中のちょっとだけの調子みたいな調子っていうのは、トーンって言ってですね、海調を少し豊かにしていく作業をしていきました。で、雪の中をザクザク歩いていって、ここに行ってたどり着いて、でずーっとこのなんかこう、先に来ていた人が、今日あんま景色良くないよ、雨降ってるよみたいな、曇りだよみたいな感じで行ったんですけど、僕らが行った途端に晴れ間が出てきて、本当に夕方ギリギリで着いたんですが、そこで光をファーッと差し込んでいて、このキラキラした光というのと雪というのをうまく描けんかなっていうことで、今回はどちらかっていうと、じゃあこのせっかくいただいた画材、そして皆様にプレゼントするんですが、これをちょっと使ってみるっていうのも手かなというふうに思いまして、今回利用させていただきました。で、いろんな色をこう試しながらちょっとこう拭き取ってみて、奥の方とか拭き取っていって、こういった感じで、今回は完成とさせていただきました。約40分程度の作画ということでございます。以上でマスキングテープ、黒を剥がしていくと、あらららら、なかなか素敵な絵ができたんじゃないでしょうか。なかなかキラキラした部分というのは見せれませんでしたが、以上でございます。というわけでいかがだったでしょうか。ガリガリの企業案件ですが、キラキラ角度によってですね、すごくこうキラキラ変わる感じが分かりますか？皆さん見てみて。で、感想としてはですね、正直なところ言うと相当疑っていたんですが、しっかりと固着もしますし、色もだいぶ幅が広いし、自分の今までやったことない世界っていうのが描けたので面白いなっていうところが、感想です。すごい高い再現性があるかというとそうではないんですが、それぞれにすごく色自体が個性もあって、プラスすごいこう面白いこうですね、表現っていうのができて、案外こういう写実的なところの部分でも使えるのかなという感じがいたしますので、私も個人的に買って使ってみようかなと思いますということで、こちらの作品とこの送られてきたものに関して1回使用はしましたが、これはプレゼントとして、勝手に、公募展の、どれかで、差し上げたいと思いますということが感想でございました。皆様もなんか新しい画材にぜひチャレンジしてみてください。ではでは。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。